はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回、10月の日食までの気をつけることやチャレンジしていくことっていう動画をアップしていますので、そちらをまだご覧になってない方はぜひそちらをご覧になってからこの動画に戻ってきてください。細かい流れを見る前にね、広い流れを見た方がより一層活かしやすいと思いますのでお願いします。それから今ちょうど8月末までサマーセールというのをやっていまして、もし占星術を勉強してみたいとかタロット勉強してみたいよという方はテキストや動画が全て 20% オフになっています。ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。では早速いきましょう。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。裏はですね、死神です。カップナイト、ソード5、つるし人、ソード7、タワー逆、ソード4、ソードキング、ソード多いですね。ワンド6にソード8にオラクルは、はい、ワンドのクイーン逆です。なるほど。いかがですか。前その10月までのね、流れを見た時にちょうどワールドっていうのが出ていて、自分の世界を感じるよみたいな、そんな感じだったと思うんですね。で今どのように感じてらっしゃるでしょうか。それをなんかいいぞいいぞっていうふうになんか乗ってるぞっていうふうに感じるか、もっと進みたいのに進めてないって感じるかなんですけども、ちょうど今彗星は逆行してますので、何かしらちょっと焦りとかうまくいってないように感じるかもしれませんが、これは必要な流れなんです。ただ感じてる、そう感じる時があるからこそ、うまくいってるって感じる時がある。実際は後退してるわけじゃないですからね。そしてちょっと星の説明ですが、8月20日が満月になります。でこの満月も多少ちょっとナイーブになりやすいかなと思うので、あまり深くねここで考えすぎたりぐるぐるしすぎたりはしないでくださいね。逆にこう止まって考える方がいいのかもしれないです。そして8月23日から、またね流れが変わってきます。でそうなんです、流れが変わってきます。でその後に8月26日過ぎてからもうだんだんとなんか落ち着いてきて、26日過ぎて29日には逆行していた彗星も順行に戻りますし、金星というね華やかさとか美しさとかお金とか愛とかっていうものも天秤座に入り、双子座の皆さんにとっては喜びっていうところに入ってきますので、随分と8月の末以降と末までの流れっていうのは違うんじゃないかなというふうに思いますが、とにかく8月の末になればいろんな誤解も解けたりとか、なかなか進みにくかった詰まっていたものがやっと流れ出すよみたいな感じがあったり、自分も素直になれたりっていうのもあると思います。でカードで見た時に今うまい具合に欲しいものが入ってきてるみたいなね、これどうしようって言ったらそれがスッときたりとか、誰かとのコミュニケーションに関してもそうしたいなと思ったらそうしないみたいな申し出が来たりとかしてとてもいいんですけれども、なぜかご自身が描いている人生の設計なのか、もっとこういうふうに進んでいきたいという大きなその目標に対しては自分が全然動けていないというような感覚があるみたいですが、いかがでしょうか。ありますか。日常の細かいこととか感情的なものに関しては結構スッとタイミングよくねいろんなものが入ってくるけども、お仕事のやり方とか生き方とかもっとこうしたいんだって大きなねテーマに関しては、もっとそれに対して動きたいのに動けてないとかできないみたいな、なんかそういう思いがあって、すごくもどかしさを感じます。それを無理やり振り切っていくってなったらまたそれはそれでなんかわがままを言ってるようだしみたいな、でも今この状況ではこれが精一杯だけどもうちょっとこうしたいんだよなみたいな、すごくいろんな自分が思うように進めてないことに対しての焦りとかジャッジがあるなっていう感じがあるんです。だけれどもですね、この8月23日からちょっと流れ変わりますよって言ったのは、どっちかというとねちょっとスローペースで行きましょうって言いたいところなんですよね。特に6月7月って、どんどんどんってね誕生日ぐらいから流れが早かったと思うので、8月23日から少し落ち着きましょうみたいなね、まるでマラソンとかだったらすごい勢いよと走って
うわ調子いいからこのまま行けるとこまで行きたいと思うけどここで止まってくださいみたいなここで先にちょっと休憩して水分補給しておいてくださいみたいな、そんな感じなんですよ。いやもうちょっと走りたいんだ自分はって言っても、ここで水分補給しとくのがその後長く走る秘訣なんですよっていう感じで、何か一つちょっとね止めさせられるみたいなことがあるかもしれません。でもそれはその方がいいっていうことなんでね、それだけ覚えておいてくださいね。でそれによってなんかせっかく自分がこう一回止まってしまうとそのモチベーションが下がるんじゃないかとか、自分のいい状態がいいところまで持ってきたのが下がるんじゃないかみたいに思うかもしれないんですけど、そうでもないみたいですよ。こう継続がね力なりってよく言われていて、やればやるほどそれが構築されていくから、ここでちょっと止めたくないっていう思いもあるかもしれないんですけど、ね、お料理とかでもちょっと寝かせることによって発酵するとかね、寝かせることによって物事がすごくうまくいくっていうのがあるので、ちょっとなんかそれを感じます。変に自分のペースで考えた通りのペースで進まなくても、逆にっていうようなことがあったとしても、その方がいいんだなっていう感じです。でそれを機にせっかくだったらじゃあこの時に休ませていただきますみたいな感じで、たっぷり寝るとかゆっくり休むとかちょっと落ち着かせるっていうことによって、物事を正面からしっかりと全部把握することができるよっていうふうに言われてます。もしかしたら今は一部のことだけを目指してものすごい勢いで進もうとしてるかもしれないけれども、一旦ちょっと止めてやることによって全体像をねしっかりと見て進めていけますっていうふうに言われています。それと一旦止まることによってなんか協力者が出てくる感じがするんですよね。まだ星の動きではねそこまで協力者みたいな感じではないんですけれども、カードで見ると自分なりに進めてきたこと、自分なりにここまでやったことに関して何か誰かからの嬉しい言葉があったり、称賛されたりとかおめでとうって言われたりとかもあるし、私もうちょっとこうしなきゃいけないけどできないんだと思ってたらそれを助けてくれる人だったりとかいるので、何かこう今のこの状況に対して今自分が止まってるからこそとか、自分がこうしてるからこそ近寄ってこれる人がいるっていう感じかな。なんか声をかけやすくなるとか、なんかそんな感じがしますので、これはぜひねこの状況を楽しんでください。自分がこう有益に何かをすることだけじゃなくて、できない自分だったり葛藤してる自分っていうのをしっかりと感じることによって、もしくは止まってる自分を感じることによって人は寄ってきやすくなるみたいなそんなことがありそうですよ。そしてオラクルがワンドのクイーンなので、なんかしっかりした自分でなければならないっていう思いを少し横に置いても大丈夫だよっていうメッセージのような気がしました。ちょっとこれを踏まえた上でね、仕事のことを見させてください。お仕事のこと、固めていくとかね、落ち着かせていくっていう時ですからね、これを機にちょっと家のことを整理しようかなとか、ちょっと片付けしようかなとかでもいいですし、いらないものを捨てようみたいなのもとてもいいですよ。お仕事、カップの6、ペンタクルス5、そしてソードのページですね。お仕事はそつなくやっていけるっていう感じです。そつなくやっていける。なので今あるお仕事、携わってる仕事はそのまま行きますよなんですけど、なんとなく気持ちの上で自分がボランティアでやってあげていたこととか、この人困ってそうだから手を差し出してあげようとか、何かこう自分がプラスアルファで良かれと思ってやってたことに関して、それは十分に相手は喜んでくれてるしいい感じなんですけれども、もうそんな風にこういつまでも自分がプラスアルファでやってこそ回るっていうのはやめようみたいな感じがあるかもしれません。ここでも一旦ちょっとストップって出てるんですけど、お仕事もプラスアルファのことはやめようというだけです。あと普通のことは普通にできますからね。なんとなく今自分が、前まではやってあげれてる自分が好きだったとか喜んでもらうのが嬉しかったって感じなんですけども、今は誰かに無償で何かをするというよりも自分で自分のことを温めてほしいっていう感じがすごくするんですね。なので、下手に自分のエネルギーとか労力っていうものを安売りしすぎて自分がやってることに、
疑いを持ち始めるとかね、自分がやってることにあまりにも価値がないかのような気になってしまうみたいな変なループがあるので、それをやめて自分を温める、自分のためにやりたいことだけやるみたいな感じでやったらいいみたいです。ただね、ちょっとお仕事に関してはいろんな情報がちょっと交差してるみたいで、まだまだちょっと落ち着かないのかなって感じもありますね。なので自分が何をすべきなのか、今ここでは何をすべきなのかっていうのが状況に応じて変わるので決めにくいっていう感じだからこそ、他者に対して相手が求めてるからそうするのではなく、今自分がするのがこれだからこれだけやりますみたいな形がお互いにねすっきりしていいみたいですね。ちょっと仕事のことをこれからどうなるのかなっていうことをよく見定めているっていう感じがしますね。はい、それと、ちょっとね人間関係のことを見てみます。人間関係、恋愛も同じだと思ってください。応用で考えてくださいね。人間関係、ラバンス、マジシャン、ソード10の逆ということでいいですね。物事の流れだけを見ると何かちょっと止まるのかなとか、ちょっとストップして温めるんだなって感じがあるんですけど、そのストップして温めるからこそ膨らんでいくものっていうのは実は人との関係みたいなんですよね。なのでここでももうマジシャンとかラバーズっていうのが出てるってことは、今のその状況だからこそ楽しめることがあるとか、関わり合える人がいるとか、やっと感じることができる。今までは走ってたから全然見えなかったんだけど、これいいじゃないみたいな、そういうのを一緒に楽しめたりとか、新しい人を発見するみたいな感じもあります。でそういった新しい出会いに関して、今までだったら時間がないとか、そういう下手に関わりたくないみたいな思いがあったとしても、この時期は自分が落ち着いてるからこそできる。なので期間限定でもいいので、もしいいなとか楽しいなと思うことがあれば、それは勇気を持って行ってみてほしいなと思います。多少体がしんどかったとしてもね、対面とかもしくは人を通して感じる喜びっていうのがすごく自分を温かくするみたいなので、多少それによって疲れたなっていうのがあったとしてもいいですし、断られたら嫌だなとか思ったとしても誘ってみてくださいね。とてもいい突破口があるような気がします、この8月末にね。その後もまた9月の末って9月のね23日ぐらいからまた人間関係だったり恋愛も良くなってくるので、今全体には止まってるけど、止まってるからこそ見える人がいるっていう感じかな。はい、そんな感じでお願いします。あともう一つ、最後にちょっとオラクルカードだけ引かせてください。双子座の皆さん、はい、シークヒーリングということで、このカードを見て何かしら感じることがあれば、ぜひ皆さんも自分の直感でメッセージ受け取ってみてください。そしてどんなメッセージだったかね、教えていただけると嬉しいです。いいですね、ヒーリングムーンということで、やっぱ何かね、何層にもなっている自分の思いっていうものがちょっと整理されるって感じかな。やっぱり何でもそうですけど、走ってる時って全然風は感じるけど細かいところは見えないけれども、止まってみたら、これってこんなに美しかったのとか、これってこんな可能性があったのみたいな、今まで自分が見過ごしてきた関係性の中ややってきた仕事の中や自分の何かっていうものをすごく細かく見れるっていう感じがして、それが自分への癒しになるよっていう感じがしますので、ぜひ何層にもなっている可能性や、何でしょうね、これはね、ちょっと私が感じるのは、人間関係のパターンみたいなのって多少あると思うんですね、誰でも。だけどあんなこともあったな、こんなこともあったなって言って人間関係の中で感じた感情っていうのが何層にもなっていて、それによって自分はこういう人だみたいな認識があるかもしれないんですけど、そこを見ていくことによってこの8月の後半に出会う人とか助けてくれる人とか関わる人を通して、その自分の過去のいろんなレイヤーを見ることができて、非常に癒されるっていう感じがしましたので、これ面白いメッセージだなというふうに思いました。双子座の皆さん、すごいいいことが起きてますね。現実にはそんなにちょっと止まってるよっていう感じだけど、内側ではすごく必要なことが起こってますよね。でそこからまたほかほかしてくるんですよね。はい、ということでここまでにしておきます。何かしらよかったらぜひチャンネル登録やコメント、そしていいねボタンで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。いい時間をお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。